ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。今日は、前回の続きよね。やっぱりそうなるよな。どういうこと？他の小話もしたかったけど、別の機会にするぜ。なんかじらすわね。見たかったブランドの腕時計を見てきたんだ。前に話してた、オメガかしら？いや、また別のブランドだな。ほんと、腕時計が好きなのね。SNS で広告を見た時に、電撃が走るぐらい素敵だと思ったから話したかったんだ。あら、そうなのね。実機を見てきたけど、画像より素敵だったぞ。それは、ぜひ聞きたい話ね。機会があった時に紹介するのぜ。そういえば、ポンタチャンネルさんが、大阪ロレックスマラソンの話をしてたわよ。もちろん視聴してるぜ。一度、大阪に行って店舗のイメージができるようになったから楽しさも倍増したぜ。思い出した。どうしたんだ？ポンタチャンネルさんは関東に来た際に、大丸東京で一発購入してなかったかしら？レ夢ムは余計なところで記憶力を発揮するな。それも希望モデルだったはずよ。そうだったかな。制作者は大阪で購入できたの？買えたような、買えなかったような、記憶が残ってないな。どうせ、買えなかったんでしょ。役立つ情報を提供しないと、登録解除されちゃうわよ。それは困るのぜ。でも、ここは買えない話を聞いて。また、購入できてないぜ。って、誘引を下げるチャンネルなんだぜ。そんなんで需要はあるのかしら？それはわからないな。でも、大阪で東京との違いを知れて良い経験はできたぞ。なら、大阪に行ってきてよかったわね。ほんと、そう思ったな。続きは歴史や大阪心斎橋店だったかしら？そうだぜ。早速、始めていこうぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りします。少しでも興味を持ってくれましたら、チャンネル登録をお願いします。ゆっくりしていってね。歴史や大阪心斎橋店は路面店タイプだ。駅からは近いの？大丸心斎橋店からも近いし、地下鉄の乗り口も近くにあったな。じゃあ、迷わずに行けるわね。何回も通って道順を覚えれば、雨の日でもマラソンが嫌じゃないかもな。マラソンを継続しやすい環境も大切よね。コメントで教えていただいたんだけど、他のブランドのブティックも多いらしいぞ。それは嬉しいわね。そうなんだ。他のブランドも興味あるし見たいんだけど、ウォッチメゾンみたいに空間が同じだと、他のブランドの店舗に入りづらいんだよな。あら、どうしてかしら？ロレックスで在庫確認してなかったから。うちに来たのね。って、思われてそうだろ？あの女に振られたから、私に声をかけたのね。私は、そんなに安い女じゃないわ。みたいな感じかしら？そうそう。気まずい雰囲気になりそうだろ？販売員さんは気にしてないだろうけど、購入しないだろうな。とは思うかもね。だろ、会話が弾まないよな。だから路面店の方が覗きやすいんだ。次回、行った時に時間があれば覗いてみるぜ。楽しみが増えてよかったわね。歴史や大阪心斎橋店の街は一組だったな。大丸心斎橋店も並んでなかったのよね。そうだな。時間的に良かったのかもしれないから、午前中が狙い目なのかもしれないな。それで応対はどうだったのかしら？待ち時間も短くすぐに店内に案内されたぜ。男性の販売員さんが応対してくれたけど、普通の感じで可もなく不可もなくかな。在庫確認はしてくれたのかしら？在庫確認はしてくれたけど、期待感はあまり持てなかったから。在庫がなくても、やっぱりな。って感じだったな。あら、残念。会話というか、こちらが一方的に話して、では在庫確認行ってきます。だと、期待も持てないんだよな。初めて言ったから仕方ないわね。そうだな。次だぜ、次。って、地下鉄に向かったんだけど、見つけてしまったぜ。何を？アジフライ定食。はぁ、あ、アジフライ？地下鉄に向かう途中に飲食街があって、居酒屋さんランチをやってたのぜ。居酒屋さんのランチは美味しいわよね。それに安かったんだ。全然お腹空いてなかったんだけど、見たら急にお腹が空いてきて反射的にお店に入ってしまったぜ。それで美味しかったのかしら？味は普通だったけど、コスパは良かったと思うぞ。お昼時で混んでたしな。よかったわね。私は食べてないけど。堂島ロール買ってくるから許すのぜ。551の豚まんもね。もう食べ物の話はしないようにするぜ。それで次はどこの店舗かしら？梅田に移動して、最初は阪急梅田本店に向かったぜ。駅から近いの？梅田も駅地下にあるぞ。ナビを使ってたけど、もっと近い行き方があるように感じたな。たどり着けただけよかったじゃない。確かに、贅沢は言えないな。ロレックスは6階にあったぞ。混んでたの？いや、街は一組だけだったな。意外ね。駅地下だし混んでるかと思ったわ。お昼過ぎだからタイミングが良かったかな？お店はどんな感じだったのかしら？
女性の販売員さんが応対してくれたけど、応対は可もなく不可もなくだったな。無難な回答ね。それより在庫確認を待ってる間に、ショーケースを見てたんだけど、って思う展示品だったぜ。すごい時計が展示されてたのかしら？展示品の見せ方にインパクトがあったんだ。どんな？ショーケースの左側から、グリーンサブマリーナ、サブマリーナデート、サブマリーナノンデート、ディープシー、ディープシー、チャレンジ。ディープシーディーブルー。なんかサイズ感がバグってるわね。でかいだろ？ 50 ミリあるからでかいんだけど、並べられてると余計にでかさを感じるぞ。でかくて重そうね。腕が疲れそうだわ。ディープシーチャレンジはチタン製だぞ。見た目よりは軽いのかしら？サブマリーナデート付きで 158g だな。ディープシーチャレンジは？ 250g あるぞ。やっぱり重いじゃない。コスモグラフデートなアイスブルーが、プラチナで 266g ぐらいみたいだな。プラチナは、そんなに重いのね。とにかくインパクトがあって、見ているうちに、にやけてしまったな。在庫確認は、どうだったの？なかったけど、いいものが見れて満足だったな。そうなのね。表に出て外の展示品を見たら、セレブレーションも展示されてたな。クリスマスの時期にぴったりね。イルミネーションっぽいよな。大阪の正規店は展示品が豪華な感じね。それはほんと感じたな。最後は、大丸梅田に行ったんだけど、表のショーケースには、デートナが、ドドドン、と、鎮座していたぜ。それは豪華な眺めね。買いたくても買えない状況なのに、お客さんを煽ってるのかと心配になるな。買えなくて怒る人もいるかもしれないわね。中にはいるんじゃないかな？それでどうだった？並びは、6組だったかな。大丸梅田は並びがあるのね。午後になってたから、人も出てきたのかもな。何時頃だったの？13時前だったぜ。正規店が集まっているから、午前中から急いで回る必要はないのかもな。なるほどね。待ち時間は20分ぐらい待ったかな。店内はどうだったのかしら？店内のショーケースも豪華な展示品だったぞ。何が飾ってあったの？セレブレーションの 41mm と 36mm が、並べて展示してあったな。それは素敵ね。在庫も豊富なのかしら？並びも多いから買える確率は高いのかもな。制作者は買えたのかしら？女性の販売員さんが応対してくれたぜ。応対はどうだったのかしら？並びがあったからかもしれないけど、ちょっとそっけなく感じたな。在庫確認はしてくれたの？してはくれたけど、希望モデルを伝えたら在庫確認してきます。って、すぐに言ってしまった。それは、ちょっと寂しいわね。在庫確認の時間も短かったしな。もちろん、在庫はなかったのよね。見事になかったぜ。初めてだから仕方ないわね。そう思うしかないな。会話の上手なランナーさんは、ここで終わらず会話を伸ばすみたいだな。どんな？あらかじめ、質問を考えているみたいだぞ。そうなのね。動画見てたら説明してて、なるほど、って、感心してしまったぜ。会話もなく終わったら記憶に残らないから、覚えてもらうのに時間がかかってしまうわね。一日に何十人、何百人も応対しないといけないのかもしれないからな。何か印象に残すのは大切かもしれないわね。だから、質問を決めておくと、焦らないで最後に質問ができて良いと思うんだ。さすがベテランランナーさんは違うわね。今度から試してみるのぜ。なんて質問するの？ここだけの秘密だぞ。誰にも言わないわよ。明日は晴れると思いますか？悪い意味で印象に残るから、絶対にやめた方がいいわよ。一生懸命考えたのにダメなのか？やめときなさい。霊夢がそこまで言うなら他の質問を考えるのぜ。それで、今回の関西マラソンはどうだったのかしら？すべてが新鮮で楽しかったな。慣れたら、午前中で全店舗回れるかもな。マリサ、目的が違ってきてるわよ。何がだ？店舗を回るのが目的じゃないでしょ？希望モデルが1店舗目で買えれば最高よ。そうだったのぜ。危うく1日に、10店舗、マラソンチャレンジ、とか、企画しようと考えてたぜ。危なかったわね。でも、ちょっと面白そうね。12月になってから正規店に行ってきたけど、平日でも人が増えている印象があったな。12月はボーナスもあるし、買いたい人が増えそうよね。1月に値上げの可能性もあるしな。12月は難しそうね。いつかチャレンジ企画で、限界まで回る企画をやってみるのもいいな。そういう時に限って買えたりしてね。それはそれで嬉しいけどな。今回の小話はいかがでしたか？少しでも興味を持ってくれたり、面白いと思ってくれましたら、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。すごく励みになるので、よろしくだぜ。動画も少しずつ増えてきましたので、見ていない動画がありましたら、もう一本見ていただけたら嬉しいです。
ご視聴ありがとうございました。